皆さん事件です。昨日成功したブラック&ブライトなんですが、ご覧ください。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシュンピーです。今回はこちら呉工業のブラック&ブライトという商品ですね。こちらを使ってみようと思います。でこれは新商品です。でどういったものなのかと言いますと、ミ塗装樹脂の復活剤ですね。塗装がされてない樹脂パーツが白くなってくるじゃないですか。それを黒く戻すっていう商品になりますね。コーティング剤です。僕もね結構いろいろ過去にそのミ塗装樹脂復活剤っていうのは使ってきました。でその中でも気に入ってるのはワコーズスーパーハード、あとホルツのブラックショック、すごい持ちがいい商品ですね。その辺気に入って使っているんですが、呉のブラック&ブライトはどんなもんなのかっていうのを今回使ってみようと思います。で金額は1700円前後になります。でブラックショックも1700円前後で、スーパーハードが結構量入ってるから、あれ高かったんじゃなかったっけな、5000円ぐらいするんじゃない。Amazon で6868円だって。結構するね。量がね全然違うんですよ。スーパーハードはねもう使い切ることできるのぐらい量が入っているので、そんないらないっていう人もねいますし、小分けでねメルカリで売ってる人もねいます。それぐらいねスーパーハードはたくさん入っています。でこのブラックブライトはどんなもんなのか、スポンジとかね、あと塗りやすさとか、そこら辺含めてツヤ感みたいなところも見ていけたらいいかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。こちらが呉のルックスブラック&ブライトですね。パッケージおしゃれです。最長1年耐久で、浸透密着コートがリッチな黒ツヤ、圧倒的な耐光性を実現ですって。で紫外線熱雨による発火を防ぐということで、中身を見ていきます。ペーパーとスポンジこういった形です。端の方がちょっと細くなってる感じ。これあれだよね、多分僕が今までミ塗装樹脂復活剤のいろいろやってきた中で、スポンジここ細ければいいなみたいな言ってきたんですよ。それ取り入れてますね、呉さん。そんなことないか。そんな気がするぐらい結構使いやすそうな形をしています。それとコーティング剤がこちら瓶ですね。かなり小さいです。量も少ないですが伸びると思うので結構使えると思います。実際ねちょっと塗ってみてどんな感じか試してみようと思います。はい、そしたら実際に使っていきます。まずは対象面以外への付着を防ぐため必要に応じてマスキングを行ってくださいと。はい、マスキングテープ貼りました。塗装面につかないようにしますと。で続いて傷やムラの原因になるので、風の強い時や雨天時は施工しないでくださいと。あと対象面が暑い時や炎天下を避け、5度以上の環境で施工してくださいと。暑すぎず寒すぎずって感じですね。そしたら実際に使い方です。まず対象面の砂やホコリ、油分などを除去してくださいと。で発火した樹脂の表面が粉状に変質している場合はブラシなどで除去してください。塗装面が乾いていることを確認し、付属のスポンジの柔らかい面に内溶液を適量取り塗り伸ばしてください。内溶液を取る際はボディなど対象面以外に付着しないように注意してくださいと。で続いて液が乾燥する前に水に濡らし固く絞った付属のクロスで優しく拭き上げてください。これ重要ですね。乾いたクロスで拭き上げるもの結構多いので、水に濡らし固く絞った付属のクロスですと。で塗布後12時間は触れたり水がかかったりしないようにしてくださいと。で24時間でコーティングは完全に硬化します。で硬化するまでは高速走行などを避けてくださいということですね。でちなみに使用できない箇所は塗装やコーティングを施工した箇所、ボディ、視界に関わる箇所、タイヤ、軟質ゴム、ワイパーゴム、ソフトトップなどには使えませんと。で成分はケイ素系化合物、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤ということです。はい、そしたら実際に塗っていきましょう。はい、そしたらまずは油分を取っていきます。こういう風にちょっと油分を取ることによって定着が良くなるのでやった方がいいと僕は思います。はい、こんな感じですね。そしたらクロスを濡らします。でクロスがこれ10枚入っているんですが、ティッシュペーパーみたいな感じですね。ちょっとこれ濡らします一回。はい、ちょっと濡らして絞るのも大変なぐらいの、そんくらいちょっとちっちゃいですね。これをこう絞るってミニチュアサイズかっていう。はい、
絞りました。であとはスポンジ、これにコーティング剤をつけます。ブラックショックもこんな感じでした。ちょん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 とこう全体的につけていきます。で塗っていくと、こういった感じね。はいはいはい。乾く前にだから結構ちゃんちゃっと塗って、こう全体的に塗り広げました。こういうところね結構塗れてなかったりするので塗ってあげます。しかもマスキングテープ貼んないとこういうところ絶対塗装面についちゃうので、マスキングテープは貼った方がいいですね。ちょっと細かいところね、こういう裏側とか OKOKOK でまだ乾いてないです。この状態でこのクロスで拭いていくと、ちょっとムラになるのかなと思ったんですがならない。ちょっとなんかテカリみたいのが、ちょっと溶剤の匂いですね。なるほどね、意外に結構テカリが出ています。こんな感じです、使い方は。そしたら僕がよく使っているスーパーハードだったりブラックショック、その辺とツヤの違いを見ていこうと思います。その前にニセコ箇所との違いですね。ここです。かなりツヤが出ています。表面をクリア塗装したぐらいテカリは出てます。だからこれね、もしかしたら嫌いな人いるかもしれない。自然なツヤではなくて塗りましたっていう感じ、テッカテカなタイヤワックス、ああいうのに近いようなテカリ具合ですね。はい、そしたら前側ですね、3等分したので一旦脱脂していきます。はい、で真ん中に今回のブラックブライトいきますかな。使い方は先ほどやったので割愛させていただきます。ちょっと塗りすぎたかな。で乾く前にペーパーですね。塗りすぎてちょっとムラになったかもって思ったら拭くことによってムラがなくなりますといった感じですね。ちょっとこの辺が若干白っぽい感じするけど、このままいきますか。はい、そしたら続いて左側にブラックショックホルツですね、こちらを施工していきます。入れ物もよく似ていますね。けどスポンジは全然違います。四角いやつで、付属のクロスがもうちょっとないので他のクロスを使わせていただきます。で使い方は、最初は一緒ですね。綺麗な状態にして塗ります。で塗ったら乾く前に付属のクロスで拭き上げるんですが、これは乾いたクロスですね。この違いがあります。でこのブラックショックは耐久6ヶ月って書かれているんですが1年以上持ちました。過去に動画があります。ちょっと載せておくので気になる方は是非見てください。乾く前にタオルで拭き上げます。で最初ツヤ出るんですが拭くことによってちょっと落ち着きます。でツヤは出るけどツヤ感はね意外に変わんねえか。OK、 ブラックショック終わりました。はい、スーパーハードですね。これです。量はめちゃめちゃあります。で付属のスポンジ、これ1個切り取ります。で真四角なんですよ、これも。そうするとこの細かいところがね施工できないんですよ。だからスポンジでいうとブラック&ブライトの方が、細かいところも施工できるような感じですね。でスーパーハードは綺麗にして乾いた状態で塗布していきます。で違いはこの後ですね。5分経過後に乾いたクロスで拭き上げていくと。他のものは乾く前になったんですが、スーパーハードは5分経過後です。ちょっとハンガー気にするみたいな感じですね。そしたら塗っていきます。はい、塗り終わりました。はい、そしたら5分経ちました。で今ちょっとテカリがあります。でこれを拭いていくんですが、ちょっと重いですね。でこの時重いのでクロスの毛がつく感じがスーパーハードの嫌なところではあるんですが、でもこんな感じですね。なんか意外にそんな差はないのか。パッと見分かりません。とりあえずこれはこれで放置して、完全効果は24時間後なので24時間後どうなってるのかっていうのを見ていこうと思います。でその間にブラックブライトを他のところに施工していきます。スポンジのね使いやすさとかを見ていきます。はい、そしたらナンバーがあったところ、この網のところをやろうと思いますけど、ここはね結構やっぱ汚れてるので、もう汚れを取るのがまず面倒ですけど、そんなこと言ってたら始まらないんですよ。こういうところはこういうブラシとかを使ってこう洗っていきます。結局ね汚れがついてるとコーティング剤が乗らないんですよ。
乗らないっていうことはムラになったり剥がれてきちゃったりとか、そういう原因になるので、時間がある時にねやるのがいいと思います。はい、そしたら洗い終わったので流していきます。こういうねやっぱ道具をね集めるのもねまた面白いですよ。ここは何で洗おうとかね、それはもう洗車の醍醐味だと思います。すごい綺麗になったな。はい、そしたら塗っていきます。これはスポンジの先端とかにつけながらこの奥側を塗っていくといいんではないでしょうか。やっぱちょっとまだ塗りづらいね。スポンジもさらなる改良が必要かも。塗るっていうかちょっと液を垂らしていくようなイメージで僕はやってます。こことかねさらに入んない箇所っていうのがあるね。でこれが、他のスポンジ、例えばスーパーハードのスポンジ、このスポンジになるとこう全く奥の方塗れないんですよね。けどブラック&ブライトだったらなんとか塗れると。でももうちょい切った方が使いやすいな。で難点は乾く前に濡れたこのペーパーで拭かないといけないんですよ。このペーパーが拭きづらいね。スポンジはいいとしてこのペーパー今後改良必要かもしれないですね。拭かなくてもいいような仕様にすると。はい、そしたらスポンジの方をさらに改良しました。片方これぐらいいっちゃってもいいんじゃないのかな。これでこう先端に染み込ませてこういう感じね。ちょっとコシがない分ね塗りにくいけど、この辺の隙間も入るようになった。ここら辺はね特に奥抜けてないんですよ。だから大変なんですよね。こっちの方は奥抜けてるのでこの太い方でも塗れるんですよ。最初にねこう一面を塗っていく。で違う面を次塗っていくってやると結構楽です。スポンジを切ることによってさらに入らないところも入るようになったんですが、コシがない分ねどうしてもうまくいかないですね。切る前だと全然入らないです。こういうのこの辺は工夫しながらやっていくしかないのかなといった感じです。上と下見比べてもらえば全然違うと思います。こういうね樹脂関係はね結構こういう風に白くなっちゃうと古く見えるっていうか結構大きな差が出てくる部分なので、根気はいるけどちょっとやってみてくださいって感じですかね。スポンジはスーパーハードとかと比べると塗りやすくはなってますが、これでもやっぱ塗れない部分っていうのは出てきます。あとはもう改造しながら皆さん頑張ってみてください。皆さん事件です。昨日成功したブラック&ブライトなんですが、あの商品は12時間雨に濡れないようにという記載がありました。僕も天気予報をしっかり見て雨が降らないのを確認しました。しかし事件です。ご覧ください。真ん中がブラック&ブライトです。なんでこんなことある？バードアタック食らってます。車いっぱいこんな面積ある中でここに落としますっていうね。でもこれはねこれでもうしょうがないです。こういう時もあります。皆さんも注意してくださいというのを僕は言いたいです。で本当はね今すぐ落としたいんですよ。けど水をかけちゃったりするとツヤの感じがね見れなくなっちゃうと思うので、検証魂としてちょっと一旦残したままマスキングテープを剥がしてツヤの違いを見ていきたいなと思います。はい、そしたらマスキングテープを剥がしていきます。じゃんと。昨日見たよりかはツヤはちょっと落ち着いた感じがしています。で3箇所施工したんですが、ここにマスキングテープの跡があるのでツヤが出ていることは分かると思います。でこの3つどれが一番ツヤが出てるかとかそういう話でいくと正直わからない。でツヤ感もかなり落ち着いた感じで黒さがあるといった感じですね。なので昨日施工直後にすごいテッカテカだなっていう話をしたんですが、それは施工直後だからっていう感じですね。1日経てば落ち着きますといった感じですね。そしたらもう濡らしても大丈夫なのでちょっと水はじきを見てみようと思います。いきます。うわーやっぱりおとりの5分のところが水はじきないですけど、それ以外ははじいてますね。ちなみに未施工箇所をお見せしますね。このマスキングテープより右側がブラックショックで左側が未施工。ブラックショック弾いてます。でこっち未施工の方は水はじきがありません。この水が引いていく感じ、この違いです。そしたら一度洗います。鳥糞除去のやつ使ってもいいんだけど、ちょっと全体的に洗ってどうなるか。
ドリフンのところやっぱちょっと水はじきが弱い感じがするね。それ以外は水はじきはどこも変わんないような感じです。で1回拭きます。サムライプロデュースのタオル、ここにツヤの違いがあるので、ツヤは出ているという感じですね。けどどこが濃いかって言われると結構難しいですね。僕にはちょっと判断がつかないかなといった感じです。でここはこのまま残してまたいつかちょっと撮影したいなと思っております。メインはブラック&ブライトということで、また後ろ側に戻ってきました。これ未施工、ここ施工してあるところですね。こういった違いがあります。ツヤは全然違いますね。で一応ここも水かけておきます。いきます。弾きますね。とりあえず撥水もしますよといった感じです。以上です。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらクレのルックスブラック&ブライトミト掃除紙復活剤ですね。新商品だったので実際に使ってみました。で一応比較として、過去に使っていいなと思ったもの、ホルツのブラックショック、あとワコーズのスーパーハード、この3つで、比較をしてみたんですが、使ってみた感想はブラック&ブライトはスポンジが2個入っていて、この形これがね一番特徴的だったかなといった感じです。ブラックショックはね結構でかいので隙間とか塗りにくいんですが、ブラック&ブライトだと隙間塗りやすいですけど、どっちみち塗れない箇所みたいな塗りにくい箇所っていうのが出てくるので、ほんと細かいところやるんだったらね加工した方がいいかなといった感じです。でツヤに関して言うと、一番最初塗った直後ブラック&ブライトはテッカテカになるなって思ったんですが、1日経過して見てみたら、どれもねそんな変わんないかな。ちょっとツヤはあるんだけど黒くなって、テッカテカではなかったです。なんかねすごい選びづらい。ホルツのブラックショックとこちらクレのルックスブラック&ブライトは同じ容量で1700円台なので、変わらず。だからこれはねほんと耐久性での判断になってくるのかな。でワコーズのスーパーハードが7000円近いんですよ。めちゃめちゃ量入ってるんですよね。スポンジもたくさん入ってるし、あれはもうほんと業務用っていう感じになるのかな。そんなねしょっちゅう使うもんでもないです。150ml で Amazon で6868円。これを 10ml に換算するとこの金額です。ということです。コスパ的にはワコーズスーパーハードの方が断然お得です。なので、量を使う人はワコーズスーパーハードなのかなといった感じです。あとブラック&ブライトは今後追って見ていかないと耐久性のところがわからないので何とも言えないです。最長1年とは書いてあるんですが、ブラックショックの方は6ヶ月って書いてあって1年以上は持っていたので判断がしにくいので、実際に放置してどうなるのかっていうのを見ていこうと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。